ちの社長しか知らなくて、もう本当に秘伝なんですよ。米は多い時で何合ぐらい食べるんですか？これでちょうど2升分1袋に入ってるんですけど、平日だったら6回ぐらい食べて、土日だったら10から13回ぐらい。2升を10から13回。そうですね。始められて何年ぐらいになるんですか？これがもう7年目ぐらいになります。何がきっかけでびっくり亭の店長さんになったんですか？お兄ちゃんがびっくり亭でもともと働いてて、あ、そうなんですね。で都城の方に支店があって、はいはいそこで店長してるんですよ。まあやっぱ兄貴の影響ですね。影響で、はい、もともとその宮崎の都城にはい店舗を出すときに僕、お父さんの会社で働いてて、はいはい。そのお前ちょっと手伝い行ってこいっていうので、3ヶ月だけ手伝いに行ったんですよ。あ、はい。そこからですね、きっかけは、なんかいい会社やなと思って、で、ここで働いて、その社長と3ヶ月一緒に住んでて、はい。宮崎のその時なんかいろいろその話を聞いたら、なんかすごいいい会社やなって言って、お父さんに頭下げて、びっくり亭で働いてていいかっていう感じで、おー。そしたら好きなことしていいよって言われたんですよ。それがきっかけですね。それが7年前ぐらいで、そうですね。でもう最初から太宰府店の方に。いや、僕、もともとその都城の方で働いて、で一番長いのは粕屋店なんですよ。粕屋店。はい。福岡ルクルのところにあるんですけど、そこが一番長いです。本当、去年の10月からこっちの店舗に来たんです。あ、そうなんですね。はい、全国で何店舗あるんですか？今が6店舗。6店舗。キャベツも1日でだいたい何玉ぐらい？平日はだいたい6箱ぐらいですね。36個。で、土日は10から多くて13個とか。やっぱ土日の方が倍ぐらいお客さん来るんですね。うちの店舗が平日は夜しか開けてなくて。あ、そっか、そうでしたね。なんで、土日だけなんですよ。11時から投資でラストオーダーまで開けてるのが。なんでやっぱ、倍には、はい、びっくり亭さんじゃないんですけど、結構こう似たようなこうキャベツとお肉を合わせた鉄板焼き屋さんっていっぱいあるじゃないですか。はい、こうびっくり亭さんのこの違いというか、元祖は間違いなくびっくり亭さんなんでしょうけど、はい、どんなとこが特徴になるんですか？まあでも本当もう食べてもらったら分かると思う。食べたらもう全然。全く違うものと思う。やっぱ知らない人からしたらもう一生の見た目なんで分かんないと思うんですけど、もう本当一度食べてくださいって感じです。僕もその模倣店の方には、はいはいはい、熊本に住んでたので、はい、模倣店的なものがあって、そこに結構行ってたんですけど、はいはいはい、だから今日ちょっと味がどんな違いがあるのかとかもちょっと楽しみで。初めてです。あ、初めてなんですよ、実は。任してください。もうちょっとしちゃいます楽しみにしてます。お願いします。やっぱ違いとしてはその、はい、一番大きいのはタレの部分です。そうですね。やっぱ辛味噌はもう辛味噌。作り方もうちの社長しか知らなくて、もう本当に秘伝なんですよ。なるほど。あの辛味噌と油が混ざり合ったソースがもう全てですもんね。はい、もう決め手ですもん。あれで一気にガラッと変わりますからね。社長しか知らないんです。そうなんですよ。それまたなんかちょっと
いいですね。本当の秘伝のタレ秘伝のタレですね。もう従業員の方でも知らないので、出来上がったものが届くっていう。そうですそうです。もう事務所にいっぱいあるんですよ。樽に入ったのが。はい。それをいつも行った時に何個取ったチェックつけてみたいな。なるほど。じゃあもうそのタレにつけて食べたらもう他には真似ができないもう味になっていると。辛いの得意ですか？辛いの、はい。まあ得意じゃないんですけど、はい好きではあります。うちの辛味噌は結辛み構辛いの苦手っていう人でもなんか食べれるっていう人が結構おー、じゃあちょっと旨味がやっぱ強いんで、その分やっぱいい感じになってるんじゃないかと思います。辛味噌と言いながらもこう万人受けそうですねするようなは味付けになっい。ている。旨味がすごいあります。平日は開けてないってことなんですけど、そのはい平日も開けている店舗ももちろんあるんそうですね。平日開けてないのはうちぐらいですね。あ、そうなんですね。はい。結構ここも車の通りがすごい多いから、いやそうです平日とかでももうちょっと社員が今2人なんで、あもう1人入って回せるようになればって感じですね。ちょっと今2人で。物理的にちょっと人が足りないっていうところで。もうキャベツの芯のくり抜きが気持ちいいですよね。見てて。マジっすか？はい、なんか気持ちいいですね。こんな簡単に。いやー、これも結構最初の頃は難しかったっすね。いや、ですよね、はいそんな簡単にできるもんじゃないですよね。簡単そうに見えるけど、気づいたらできるようになってますね。家の包丁とかちょっとなんかできなさそうな感じがするんですよ。でもなんか違うんですよね、包丁。結構やっぱちゃんと研いでるんで、あ、やっぱ研いでるんです。はい。切れ味は抜群です。売り上げるもんなんです。何食分っていうか。何食分なんか何枚とかで言うんですよ。1枚。あ1人前を1枚とか言う。はいはい。あ、じゃあ2人前だと2枚。そうですね。なんで、うちが昨日200枚なんで200食。で、本店が昨日で昼夜合わせて600食ちょっとぐらい。600食。あ、すごい。で、多い時はもう年末とかそこぐらいになってくると1000食超えてくるんですよ。1日で1000食。はい。じゃあ、こっちの店舗でも1日だと500食とか。そうですね。年末夜開けるんだったら500食ぐらいですね。500食ぐらいって。平日だけだったら200ぐらいですね、大体。夜だけ。やっぱ本店が負けもんですね。ああ、まあまあ、お店のキャパとかも、そうっすね。もうちょっと大きい本店は広いんで、うちはやっぱこの狭い分、テイクアウトとかで結構枚数出してるんで。テイクアウトもされてるんですね。そうですね。同じぐらい入ってきます。あ、そうなんですね。はいへえ。ずっと電話乗ってます。ウーバーイーツと出前館。でも確かに車でパッとピックアップして家に帰るっていうのはいいですよね。そうですね。ここは特に車通りが多いんで。しかも夜ご飯というかお酒に合うおつまみとして。出前館とかウーバーとかはご飯頼まない人は多分飲みよんだろうなって感じです。ですよね。僕もお酒飲むの好きなんで、はよく持って帰って食べます。あ、もうご飯とかなしで。そうですね。ビールと一緒に。いいですね。じゃあ本店で1000食ぐらい、こっちで500食。はい。で、他の4店舗とか回せると、1日5000食近くそうですね。多い時は行くっていう感じですね。この肉のカットとかは、この大量の肉の仕入れがあるタイミングでまとめてやって。そうですね。80キロとか切ってやるんですよ。で週間に2回その80が来るんで、まとめてで次の日に混ぜるって感じです。